東京大岡工業 EUV フォトレジスト世界シェア 23% を握る企業です。 TOK の供給が止まれば TSMC の2ナノメートル量産ラインは数週間で停止します。 JSR、信越化学、TOK の日本3社で世界の高純度レジストの約9割を占めます。知名度は低いものの最先端ロジックの全工程を支える基盤企業です。本動画では TOK という企業を5分で解き明かしていきます。創業は1936年。当時の事業は仮肥料の製造でした。肥料メーカーが半導体素材へ転身した業界では珍しい変遷です。1968年フォトレジスト事業に本格参入します。当時の半導体は黎明期で需要は限定的でした。1980年代 G 線、I 線レジストで DRAM 向けに地位を確立します。1990年代後半クルエフレジストで先端ロジック市場へ食い込みました。2000年代は RF 液芯レジストで45ナノメートル以降の微細化を支えます。2010年頃から EUV レジストの研究開発に本格的に着手します。 ASML の EUV 装置が量産投入されると TOK もこの市場に乗りました。2019年台湾と韓国で生産能力を拡張します。顧客である TSMC、サムスンの近隣に拠点を構える戦略です。肥料から始まり最先端ロジックの中核へ88年の変遷でした。次に直近の業績を見ていきます。2024年の売上高は約1900億円、過去最高水準にあります。営業利益率は約 16%、化学業界平均の2倍を超える水準です。売上の約7割はエレクトロニクス機能材料、すなわちレジスト関連です。残りは高純度薬品、半導体装置、機能性材料が占めます。 EUV レジスト世界シェアは約 23%、首位 JSR に次ぐ2位です。 RF レジストでは世界2位、クルエフでも上位です。海外売上比率は約8割、事実上のグローバル企業です。研究開発費は売上の約 8%、化学業界では高水準です。時価総額は約 1.5 兆円、専業化学メーカーとしては異例の評価です。微細化の進展がそのまま業績に反映される構造です。次に TOK の業界における立ち位置を見ます。主要顧客は TSMC、サムスン、インテル、SK ハイニックス、マイクロンの5大メーカー。中でも TSMC とサムスンへの供給比率が高いとされます。競合は JSR、信越化学、レインプリア、ドクマークなど EUV 領域では JSR、TOK、信越の日本3社で世界の約7割を握ります。 JSR は2023年政府系 JIC により買収・非公開化されました。業界再編の中で独立系の TOK に改めて注目が集まります。 TOK が供給をやめれば TSMC、2ナノメートル量産は深刻な遅延に陥ります。レジストは半導体材料の中でも認定に2年以上かかる製品です。顧客のスイッチングコストが極めて高く参入障壁になります。サプライヤー側では観光樹脂と高純度溶剤の調達が要です。原料は主に日本国内で調達し国内製造拠点で供給します。次に TOK の今後を見ていきます。 EUV レジスト市場は年率約 20% で拡大すると見込まれます。2030年までに30億ドル超、2024年比で約3倍になる見通しです。牽引薬は AI 半導体、HBM、そして2ナノメートル以下のロジックです。 TOK は韓国、台湾の生産拠点を増強し地産地消しを加速します。次世代のハイ NAEUV 対応レジストの開発も進めています。金属酸化物系レジストなど新方式の研究も並行します。リスクは中国勢の追い上げ、そしてインプリアなど米系の台頭です。中国は南太光電などが国産化を進めますが量産品質ではまだ差があります。 JIC による JSR 買収は政府の素材産業への関与強化を示唆します。 TOK が独立を維持するか再編に巻き込まれるかも論点です。微細化が続く限り TOK の戦略的価値は高まり続けます。知名度は低いものの最先端の足元を支える企業です。毎週テックインフラ企業を1社ずつ深掘りしています。面白かったらいいねを。来週もお楽しみに。サブストレートウィークリー、また来週。